皆さんこんにちは、ジャーネです。今回はハロン湾1泊2日のクルーズの旅になります。全食事付き3つ星クラスの個室に宿泊し、ティートップ島の頂上から世界遺産の風景を眺め、スンソット洞窟の迫力ある地下空間を歩き、早朝の太極拳レッスンや夜のイカ釣りも体験しました。料理は盛りだくさんで食べきれませんでしたよ。ぜひ一緒に旅をしているつもりで見てくださいね。ではどうぞご覧ください。ハイフォンのカットビ空港からスタートします。カットビ空港からハロン湾のホテルまではグラブで移動します。高速道路料金をカード決済したいことを伝えるまで結構時間かかりました。もう辺りは暗くなってきました。Google 翻訳でベトナム語会話しながら乗ってきましたよ。近くだ。高い地位、でも人気あるね。グラブ料金は高速料金も含めて2700円でした。どっち？ヴィンセント。寝るだけのホテルですが案外綺麗でした。406号室です。406号室です。綺麗だね。うわ、広い。めちゃ広いやんけ。ルームツアー始めます。なんと朝食をついてこの広さで3181円でした。ベトナムのコスパの高さに驚きます。キングベッドとダブルベッドですよね。すごい大きいのがあります。これはミニバーなので有料です。こちら水2本とコーヒー、紅茶等ございます。あと電気ポット。これは冷蔵庫です。テレビと兄弟。いいので離れないと。上に大きな扇風機があって、ファンが少ないですね。ファンが2つしかございません。あとシースルーのバスルームです。シーセントイレとシャワールーム。あー、いいね。ちゃんと部屋になってます。これは。シャンプーとボディーソープ。ヘッドトップシャワーとハンドシャワー。アメニティ関係なんでしょうかね。歯ブラシと櫛とドライヤーもあります。替えのトイレットペーパーとバスタオルとハンドタオル、足拭きマットもあります。ここは寝るだけで朝11時のツアーに参加します。窓から隣のレストランが丸見えでした。閉めておきましょう。ベッドサイドにコンセントはないんですが、このセンターの台に左右にコンセントが後でつけたようにあります。ちょっと充電とかは大変かな。12月なのでロビーにクリスマスツリーが飾ってありました。こちらの方がボート乗り場だと思います。ホテルの近くに海鮮料理屋がありましたが誰もいないのでパス。鍋は目指してますが、この通りはちょっとお安い通り、いろいろマッサージとか安いお店が並んでます。ここめちゃくちゃ混んでいたのでやめました。フォーのお店。危ない危ない。こういうもん。ジャパニーズだけど。はい。じゃあ麺だね。相変わらず注文の仕方がわかりません。はい、相棒が探したGoogleで探したお店は西洋人だらけで全然メニューも出てこないので、こちら超ローカルのフォーのお店に来ました。なんかこちらの人中国語はみんなできるみたいで、もう中国語でバンバン話してきますよ。まあある程度わかるんですけど中国人じゃないんでやめてほしいな。海鮮フォーと牛肉のフォーです。いくら聞いてませんが、海鮮の方を頼みました。エビとかシャコだですごい混んでたからここは美味しいんだと思います。なんか干したものとか入ってます。スープから飲みます。あ、なかなか美味しい。顆粒のなんかの出汁が美味しいのかもしれない。次は乳酪です。カボスを入れます。いただきます。これじゃないの？でも乳酪って言ってたな。結構淡白なんですけど出汁が効いててちょっと酸っぱい。ちょっとカボスが入ってます。鶏だよな、どう見ても。スープ熱々なんですよ。ここが美味しい秘訣ですね。一つ50系300円でした。行きましょう。新鮮だと思うんだよね、パンだったら。なんかわからないけどちょっと美味しそうなので
これとか今焼いてたよ、そこで。5日作ってる。そうあ、今日5日か。今日5日だよ。今日作ったんだよこれ。そうここで作ってんだよこれ。美味しそうじゃん。これ2つ買おうよ。美味しそうなパン屋でした。はい、今パンを計算しました。バナナが 20K で、このお菓子が35で、このスポンジケーキが25で、全部で80ということは480円です。はい、ここの通りを曲がっていくとちょっとローカルの店が多い通り入ります。ミクチャー発音間違ってるかもしれません。Hello。いつものチェーン店でソフトクリーム買いました。美味しいよ。ピンマートね、あったね。隣にサークル系もあります。前に見えるタワーなんでしょう、あれ。色が変わってるけど上を見るとなんかケーブルがあるんだよね。ひょっとしてこれケーブルカーじゃないよね。2016年開業のサンワールドハロンパークに行けるようです。以前ハロン湾に来たのは2010年なのでゴンドラはまだありませんでした。ホテルに戻ったらまた花火が上がってました。今夜も花火鑑賞ができてよかったです。4日連続での花火鑑賞でした。金曜日。ではおやすみなさい。おはようございます。ハロン湾の朝です。朝食会場です。これおかゆかな。はい。麺ですね。麺があったらもうないです、スープが。今日の朝食です。塩かけてきたって言ったじゃん。いただきます。フォーからいただきます。紅茶とコーヒー。隣でいきなりなんかお世話になりました。これからハノイ国際クルーズターミナルへ移動します。まだ建設中のビルディングがたくさんあります。ハロンインターナショナルクルーズポートと書いてあります。ホテルから徒歩5分です。いろいろなクルーズ船の案内があります。一番最後のカウンターです。私たち、はい、今受付終わりました。一瞬101号室でしょうか。ルームナンバーウェイティングルームがあります。クルーズ船が来たら乗るんでしょうか。保育からまでここにいます。スターバックスがございます。今一周回ってます。ここはお土産やスーベニアショップです。トイレもございます。混んでますね。はい、ここは一番カウンター。この字になっています。で、私たちは先ほど28番カウンターで受付を終了しました。ツリーが飾られています。どうも南国の暖かいところでクリスマスはピンときませんが、全然お腹空いてないけど。またご飯です。ご飯物語。12時7分。はい。ガイドさんが来ましたのでついていきます。どこに歩いていくんでしょうか。この桟橋に船が来てるんですね、きっとね。振り返ったインターナショナルクルーズポートです。ボトルは持ち込めないんでした。今私に乗ります。荷物にはタグがつけてあってルーム番号が書いてあるので運んでもらいます。短距離ではありますが、今回のツアーは10名です。豪華客船です。We go to the second floor, please. OK、 まずは2階に上がって説明を受けるようです。日本人は山にアレックスさん。まずツアーの概要説明がありました。203。はい、はい、入ります。ワンルームでございます。広いと綺麗。私たちのお部屋は203です。じゃあルームツアー始めます。すごいですね。大きな窓があるキングベッドです。ハロン湾を見ながらグースか寝ることができます。照明のスイッチは左側にあります。で、ハロン湾はペットボトル持ち込み禁止なので、それはこれを持ってもらいに行きます。まずはクローゼット。かなり厚さがない薄いクローゼットです。まあちょっと1泊ぐらいだったら十分でしょう。上にはエアコンがありますね。今はエアコンつけなくても十分
涼しいです。ハンドタオルとバスタオルが用意されています。水回り見てみましょう。水洗トイレです。アメニティがあります。歯ブラシ、剃り綿棒とシャワーキャップ、コームですね。はい、以上です。洗面台、ここにはシャンプーとシャワー、ジェルがあります。シャワールームはドア付きなのでびしょびしょになりません。ハンドシャワーとヘッドドッグシャワーです。収納もありますね。これヘアドライヤーがここにもあります。はい。ウォーターサーバーは外にありました。ヌットンも出るのでコーヒーも飲めますね。今カメラ回したら急に手で回しました。こういう感じでしたので、これが1階です。これが上の方ですね、2階です。はい、では2階に行ってみましょうか。1階を抜けて。今回皆さん2階かな、30人乗りが10人ぐらいしか乗ってないので、1階にもサーバーがあります。こちらが厨房、1階にもトイレはあります。結構オープンですね。ルーフトップに行ってみたいと思います。先ほど入ってきた食堂です。自由にしていいそうです。2人できそうだね。 10人ですから。はい、綺麗なハロ湾が見えてますよ。今回のクルーズは KKD で予約しました。港集合4食付き、全入湯料込み2名で 28,288 円でした。ランチタイムになりました。毎回食べきれないメニューをお見せします。これがランチメニュー、高級レストランの雰囲気。今ランチが終わって外へ出てきています。ここで少し停泊するようです。2億年前以上に石灰岩が隆起し、風雨による浸食と沈降を経て形成された奇岩が3000以上点在する世界自然遺産です。小さなボートに乗り換えて最初のアクティビティに出発します。今向かっているスンソット洞窟は巨大な空間の石灰岩鍾乳洞です。内部には鍾乳石や石筍の風景が広がっています。はい、こちらに登っていきます。皆さんここから降りてきます。入場券は必要ですがツアー料金に含まれています。上まで680段の階段を上ると鍾乳洞の入り口です。あまりにもゆっくりで、ここで写真を撮って、はい、青空がないからこれ写真後で加工して青空にすればいいんじゃないですか。こんなところまで来ちゃいました。はい、鍾乳洞に入っていきます。歩道は整備されていて歩きやすいし、ライティングがとっても綺麗で明るい印象です。2番目のチェンバーに行くためにちょっと細い場所を通り抜けていきます。大きいですね。広がっています。いろいろな洞窟を行ってきた私たちはちょっと驚きはないですけど、まあそう言わずに楽しんでください。ライオンでこの左の塔がモンキーが木にくっついているということです。難しい。こちらは人の顔ですか。これも難しいな。Finger? Finger, right? 鍾乳洞のイマジネーションです。岩の形を見てあれこれ思うこと。失恋でしょうか。ブレイクンハート。はい。タッチです。はい。鍾乳洞、これ溜まってたんですけども、今は乾いちゃってます。撮った写真をここで売っています。どうですかっていう2箇所あるんだね。左側と右側。着岸するとこが。こちら側は入湯する場所で、反対側が出港する場所です。鍾乳洞は一方通行になってます。待ってますね。もう
私たちの船名はスターライト。間違いないように乗り込みましょう。次のアクティビティはティートップ島です。上まで上がるかどうかってことですか。ティートップ島に行きます。今回のツアーはすべての入場料が含まれていますので購入する必要はありません。頂上まで 96.1 メートルの標識がありました。途中で諦める人もたくさんいますが、山があったら登る、それがジャーネ旅です。頂上からは絶景が見えますよ。一気に登るとかなり息が切れました。遠慮してると展望台からカメラも出せない混みようです。相棒がなんとか割り込んで撮ってきました。それにしても半端ない船舶の数ですね。さすが世界遺産ハロン湾です。今頂上から降りてきてビーチに着きました。16時16分です。肌寒い季節ですが泳いでいる人がちらほらいます。ここのビーチパレー見てると面白いです。どんどんお客さんが抜けてって新しいお客さんが入ってきてスターライト来ました。真っ赤な太陽が沈んでいきます。 iPhone で撮った方が肉眼に近い画像です。夕方の春巻き作り体験を待ってましたが声がかからず。あれはい、食べてって食べます。春巻き講習会終わっちゃいました。夕食の時間です。撮影するので2人席にしてもらいました。はい、最初にサラダ来ました。皆さんも乾杯しましょう。エビ来ました。フォークでしょ。フォークじゃない、なんだ。いや、お魚来ました。外で。これはいいか。次は温野菜です。すごい量です。ここにコーヒーが欲しいよね。コーヒーか紅茶か。夕食後はイカ釣り体験です。手じゃなかった。ひたすら糸を垂らしますが誰も釣れませんでした。15分で退散しました。真剣にやってるけどね、ちっともかからないよ。でね、釣れた人のね、写真見せてもらったけどね、1人しか見てないから多分釣れないんだよ。数日前。ハロン湾クルーズ2日目の朝です。見えません。KKD の予定表にはありませんが、太極拳の体験レッスンがあるということで参加してみます。現れた太極拳の先生はなんとガイドさんでした。参加したのは私たちを含めて4名のみでした。タイムラプスで様子を少し紹介します。一緒に参加したご夫婦はカナダ在住のベトナム人でした。60年前フランスが統治していた影響で今でもフランス語を話すベトナム人もいます。ガイドさんもフランス語ができるのでカナダ人ご夫婦とベトナム語とフランス語のチャンポンで会話されてました。カナダは30年前にスキーでしか行ったことがないのでいつかバックパッカー旅で相棒と横断してみたいと考えています。太極拳の仕上げは仲間の体を順番にマッサージし合います。15分ぐらいの太極拳体験でしたが朝から仲間と楽しい時間が過ごせて良い思い出になりました。ガイドさん、カナダのご夫婦さんありがとうございました。朝食時間になりました。朝食です。食パンを焼く習慣がないようでトースターがありませんでした。あとは見た通りです。太極拳に参加しなかった他の方はまだ寝てる様子でした。振り向くと朝日が岩の間から見えてきました。ハロンベイ、ベトナム。ルオン洞窟でボートで周遊かな。チケットいただきました。50K です。
300円カヤックじゃなくてみんなであれ乗るんじゃない？あ、乗れちゃうね。ハンルオン、通り抜け洞窟という意味を持つ場所で、ボートでこの洞窟を通り抜けてカルスト地形の風景を楽しむラグーンです。頭が当たりそうでスレスレです。いや、かなり低いわー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 、すげえ。うわー、ラグーンに出てきました。とても怖かった。とても穏やかな静かな湾ですね。紹介される場所だね。観光写真でよく見かける場所ですよね。以前は牡蠣や真珠の養殖もしていましたが、現在は観光のみだそうです。参加者の写真撮影が始まりました。急に船頭さんが船を揺らして遊び始めました。私たちのボートだけは賑やかではしゃいでいましたが、通りすがりのボートは直立不動。ツアー参加の皆さん、ありがとうございました。お、何の音？違う。オッケー。あるから。ルオン洞窟から戻ってきました。今8時17分です。7時34分に入りました。で、終わったのが8時18分。約ね、1時間ぐらい有名なハロンベイの景色を見てきました。結構満喫できました。皆さん、こんにちは。皆さん、おはようございます。ジャーネです。本日12月の7日です。ベトナムのハロン湾にいます。今、船の中にいます。今ね、9時ぐらいなんですが、ハロン湾の天気はですね、今21度。22度まで上がって、最低気温20度になる予想です。本日これからジャーネさん、どこ行くの1泊2日のクルーズが終了して9時15分にチェックアウトしてハロン湾に寄港します。それから、旅行会社のバスでハノイのホテルへ移動いたします。ハノイ駅の近くのホテルを取りましたので、寝台列車までホテルにいて、ハノイ駅からラオカイ駅まで移動します。で、その次はサパですね、目的地は。はい、目的地はサパです。この景色も見納めです。ハロンインターナショナルクルーズポートへ戻っています。行きます。最後のランチの時間です。かぼちゃのスープにポテトです。魚かな？なんか魚が来ました。サクッと揚がってて美味しい。でもさ、若干臭みがあるの。水が欲しいよね。チキンが来ました。味より香辛料が。香辛料。ポテトが一番美味しいとか言ったら怒られちゃった。牛肉来ました。まだ10時ですよ。全くお腹が空いていないので食べられません。安心の味。日本の味に近い。
うちでよく作るウイパー炒め。綺麗に作ってて。これ1個から切り出してるんだ。最後にお菓子とお茶が来ました。もろこしティーかな。ヤシの木が入っている客船の後ろ、超でかいビルディングみたいな船が来ています。すごいなぁ。Thank you very much for everything. Bye. ボートに乗って岸に向かいます。スタッフが荷物を下ろしてくれてますが、ここからは自分で運ぶようです。はい、今下船してきました。この後はバスに乗りますが、どういった手順で乗るんでしょうか。今日もハロン湾は薄曇りです。半袖で寒くはありません。これからクルーズに行く人もたくさん来てます。はい、今ハロン湾をスタートしました。ハノイに向かってホテルに向かって移動中です。ちょっと中型バスです。座席は21なのでかなりゆったりしてます。片道だけキャッシュで払いました。300K なので2800円です。ホテルまで送ってもらえるから、楽です。バスを紹介します。ライトと空調の出口です。座席にはこの USB の充電口があります。なんかレバーがあります。反対側にも充電口があります。こちらで30分休憩です。WC って書いてあります。トイレ休憩30分と言いながらもお土産物売り場に来ております。強制的ではありませんが、こういうところで買ってってくださいということですね。このような絵の刺繍もやっております。このデモンストレーションです。皆さんが時々被っている傘いかがなんでしょうか。これ案外高いじゃない。これ150？絵が入ってるやつは1200円ぐらいです。時間はあるよ。今こちらのバスは結構システマチックで、こういったバスナンバーが書かれた札をこういう時に首にかけてくれます。間違いないように。ギフトハウスってとこですね。ここは EQH 戻ってきました。このバスです。あ、ほらいいよ。カードを返して運転手さんに。知ってるよ。ハノイ市内に入ってきたら大渋滞です。いや、車多いね。びっくりです。バイクも多いけど車も多いです。無地とか入ってるよ。大規模ショッピングモールか。さよなら。はい、さよなら。私たちが最後に降りることになりました。ホテルの住所は正しいのですが、降りてもホテルの建物が見えません。次回は難関チェックインホテルから始まります。次回の動画はベトナム北部の山岳リゾートサパへ行きます。夜のハノイ駅から寝台列車に乗り込み、早朝のラオカイ駅へ。そこからさらにミニバスに揺られて約1時間半。少数民族が棚田と共に暮らす雲の上の秘境へ向かいます。山岳地帯ならではの絶景とローカルな暮らしを旅好き目線でたっぷりお届けしますよ。まだまだ旅は続きます。ぜひチャンネル登録をして次回の動画もお見逃しなく。コメントやいいねが私たちの励みになっております。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。